こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は2025年、令和7年にまた育児介護休業法が改正になります。直近では2022年に段階的に改正になりましたが、また2025年に段階的に改正ということになりますので、育児介護休業法、育児に関する部分と介護に関する部分の改正、それぞれありますけれど、今回は育児の改正の部分に関して詳細の解説、そして注意すべきポイントについて見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、前回2022年に改正をされた内容についてまず見ていきたいと思います。前回は2022年、そして2023年と3回改正がありましたけれど、2025年の改正は2回という形になります。そして2025年の改正は前回の2022年の改正がまた少し修正という形になりますので、まずは前回の改正について見ていく。そして、育児介護休業法の改正の他に、その他にも法改正予定されているものがありますので、そちらをご紹介をした上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは育児介護休業法前回の改正について見ていきたいと思います。前回は2022年に4月、10月、そして翌年2023年の4月に3回にわたって改正が行われましたけれど、一番大きい改正が2022年10月の出生時育児休業の創設、通称産後パパ育休と言われるものではないでしょうか。これによって男性の育児休業取得率が大幅に上がったというデータもありますけれど、2022年に関しては4月に個別の周知、意向確認というのは義務化をされた。そして10月に産後パパ育休、そして育児休業の分割取得といった流れになり、そして2023年の4月には男性の育休取得率の公表の義務の対象の会社が拡大という形になっております。これを受けまして、2025年、さらに育児介護休業法が改正ということになっております。2025年の改正につきましては全部で11項目改正がありまして、2025年、令和7年4月の改正は9項目、そして10月の改正は2項目という形になっております。2025年4月の9項目のうち4つはですね、介護に関する改正になりますので、こちらはまた別の動画で介護に関する改正内容を見ていきたいと思いますので、2025年の4月の改正は育児に関しては5つという形になります。5つのうちですね、1つは育児休業の取得状況の公表義務対象の拡大という形になりまして、今までは1000人を超える会社が対象でしたけれど、そこを引き下げられまして300人を超える会社という形になっており、これ以外の4つに関して少し見ていきたいと思います。まずはですね、この看護休暇の見直しということで、この看護休暇に関しては現状も制度はありますけれど、その対象となる範囲が拡大。今までは小学校就学の式前という形になりましたけど、今後はですね、小学校3年までという形になります。そしてですね、この看護休暇の取得の理由ですね、こちらも追加になっておりまして、感染症に伴う学級閉鎖ですとか、入園・入学式、卒業式、そういったところもですね、この看護休暇という範囲に入ってくる関係で、名称もですね、今まではこの看護休暇という名前でしたけれど、今後はこの看護等休暇という形で、等が入ってくる形になりました。そして、この看護休暇に関しましては、労使協定で除外ができる労働者が今まではおりました。こちらはですね、2025年4月以降の改正も変わらないんですけれど、労使協定で除外ができる対象が少し減ってきたという形になります。
従来はですね、週の所定労働時間が2日以下、そして雇用継続期間が6ヶ月未満の方は労使協定で除外ができたんですが、6ヶ月未満の方に関しての労使協定除外ができなくなります。従いまして、今現状ですね、この看護休暇等に関して労使協定を結んで、労働者の除外を行っている会社さんは、再度労使協定の見直しが必要という形になります。そして2つ目としては、所定外労働の制限ということで、いわゆる残業免除ですね。こちらも対象の範囲が拡大。今までは3歳未満でしたけれど、今後は小学校就学前までという形になります。そして3つ目としては短時間勤務制度の代替措置ということで、3歳未満の子を養育する労働者がいる場合は短時間勤務制度の導入ということはありますけれど、こちら短時間勤務制度の導入が難しい場合はですね、代替措置を取るという形になっておりまして、その代替措置の中にテレワークというのが追加をされております。従いまして、今後テレワークにつきまして、就業規則の改定、労使協定の改定といったところは出てくるかと思いますので、注意が必要です。そして最後にですね、努力義務ではありますけれど、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように、テレワークの導入も努力義務として法制化されたという形になっております。こういった形の中で4月の改正につきまして、やはりこの看護休暇が一番大きいということになりまして、労使協定の見直しが必要となってくる場合がありますので、注意が必要です。そして続きまして、2025年10月の改正ですけれど、こちらはかなり大きなインパクトが出てくるかなというふうに考えております。まずはですね、柔軟な働き方を実現するための措置ということで、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者を持つ会社さんはですね、2つ以上の措置を柔軟な働き方を実現するためのものを取り入れなければいけないという形になりまして、柔軟な働き方を実現するための措置として全部で5つピックアップされておりまして、そのうち2つ以上が義務という形になり、かなり踏み込んだ改正だなというふうに個人的には思っております。そして5つあるうちの2つでありますけれど、5つ書いてありますけれど、まずは丸3番目の保育施設の設置運営と、これはなかなか中小企業では酷だなと、難しいなという形になりますので、その他4つのうちの2つ以上ということになりますので、始業時刻の変更、そしてテレワークの導入、これは月10日以上。そして丸3番目の保育施設。4番目は特別休暇年10日以上。そして5番目は短時間勤務制度という形になります。人手不足でしたり、厳しい雇用環境の中で特別休暇年10日以上というのもなかなか中小企業では厳しいかなと思いますので、結果的には始業時刻の変更、テレワーク、そして短時間勤務制度になるのかなと、このうち2つを選択するということが多くの会社では出てくるかと思います。こういった中でですね、実現するための措置を2つ以上選んだ上で就業規則等の見直しが出てくる。そして3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対しての柔軟な働き方を実現するための措置を講じた上でですね、3歳になる子供を養育する労働者に関しては、その柔軟な働き方実現のための措置の個別の周知と意向確認が必要という形になってきます。そうしますと、結果として11番目になりますけれど、労働者に対して育児関係の個別の意向確認ですとか、配慮、徴収といったところに関しましては、育児に関するお休みを取ることに直面をする労働者に対しての個別の意見聴取、そしてさらにですね、3歳になる子供を養育する労働者に対しての個別の意向の聴取、配慮といった形で、意見聴取の時期が2回になりますので、
労働者の子供の年齢も把握をしておかないと、この義務違反になってしまう可能性があるので注意が必要です。そして、その他の改正としてはですね、2025年4月に出生後休業支援給付という形で、いわゆる10割給付制度というのがいよいよスタートという形になってきます。そしてさらにですね、育児時短就業給付ということで、2歳未満の子を養育する方がですね、時短勤務をした場合は、毎月賃金の1割を給付をするという制度もスタート。さらにですね、もっと先になりますけれど、2028年になりますと、雇用保険の適用、資格取得をする際に、要件の一つとして週20時間以上の勤務といった要件がありますけれど、こちらが週10時間に引き下げで適用拡大という形になりますので、注意が必要です。最後に注意点とまとめになりますけれど、時間単位の拡大ということで、テレワークですとか休暇制度、時間単位での取り扱いというのが拡大をしてきております。それに伴いまして年次有給休暇、時間単位というのも会社の任意ではありますけれど、合わせてですね、年次有給休暇も時間単位の取得ができるように揃えておいた方が良いかと思います。また、休暇と業務に関してですけれど、やはり育児で子育てをしながら働く方、時間的な制約が出てきますので、業務量とのバランス、配慮をしてください。間違ってもですね、在宅での隠れ残業などが出ないように注意をしてほしいと思います。育児、介護と仕事が両立できて、長く働き続けられる労働環境というのを構築していってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。